ヨーロッパの端っこ、実はめちゃ穴場。うまい、安い、おしゃれで情熱的。旅行で選ぶ人少ないけど最高な国。あまり知られてないポルトガル。2泊3日で歩いてみます。とりあえず空港からスタート。今回はポルトガル編。基礎情報を話すと、人口は1000万人ほどと少なめ。面積は北海道と四国を足したぐらい。小さい国ですね。首都はリスボンで、言語はポルトガル語。大航海時代の植民地の影響でポルトガル語が広く話されています。第二都市のポルトも有名。タイル、ポートワイン、エッグタルト、スデレデナタって言うんですけど、その発祥の地で、今回は2泊3日で弾丸制覇したんで、そんな動画になります。ポルトガル着きました。海沿いに結構いろいろ観光地があるみたいなので、シンプルに今日は観光します。とりあえずバス乗って、ホテルまで行きたいと思います。バスやめて電車で行くことにしました。ポルトガルの電車結構もうコルクみたいなんですよ。めちゃくそ街綺麗やん。めちゃくちゃ街並み綺麗なん、もうおとぎ話やん。やべえ、めちゃくちゃ綺麗かも。サイクリングロードまである。青ポストで赤ポストがあって可愛いですね。紫色の見たこともね花が超綺麗じゃん。ホテル着きました。オリシッポマルケスです。ホテルに荷物を預けて、このナブガンテカードっていうポルトガルでいうスイカみたいなカードでちょっと電車とかバスとかトラムとか全て乗れるみたいなんで、これでリスボン大聖堂まで向かいました。とりあえず朝着いたんでリスボン大聖堂の近くのカフェで一旦朝ごはんします。最高じゃないこれ。めちゃくちゃ優雅。僕が行ったところはここでちょっとレビュー悪かったですね。今回食べるのはエッグタルト。いただきます。いただきます。ポルトガル名物のだけがあってマジでうまい。うまっ。こんなエッグタルトなかなか食べへんで。外ガリガリで中ジュルンジュルン、めちゃくちゃうまい。これでこの2つでお値段だいたい 5.5 ユーロ、1000円ぐらいかな。全然なんか旅行で結構観光地近くのカフェとしてはすごい安いんじゃないかな。めちゃくちゃ美しいやん。綺麗。本当にリスボンの街並み、なんて言うんでしょう、言葉では言い表しづらいんですけど綺麗です。街中を走るのがこのトラム、これが一番有名で、これに乗ってみんな街を見ます。リスボン大聖堂来ました。リスボン大聖堂、ポルトガルで最も古いカトリック教会で、正式名称はサンタマリア・マイオール大聖堂っていうみたいです。建築開始が1147年で、だいたい1000年ぐらいあるってすごくないですか。ロマネス形式が中心のゴシック、バロック、いろんな建築方法がされてるみたいで、そういうの言ってもわからんねんけど、入ったらすごいデカさと歴史に圧倒されると思います。アートだなっていうのを感じましたね。そのまま次、景色のいいサンジョルジェ城に行ってみたいと思います。可愛いことノーブラチクポチ外国人多すぎて、サンジョルジェ城にやってきました。言いづらい。ポルトガル結構なその開放的な人多くて辛いです。だいたい15分ぐらいで待ってゲットしました。いやー、Hello guys。学生かわいいな。手振ってきよった。うわ、めちゃくちゃ景色超景色いいかも。絶景やん。入ったらすぐにポルトガルリスボンが一望できて感動します。なんか来た。小修理機の撮影がこの辺のポルトガルで行われたみたいなんで、もうその景色のまんまでめっちゃ綺麗ですね。なんかおるんですよ。サンジョルジェ城、リスボンの高台にあって、もともとはローマ時代の要塞だったみたいなんですけど、もうここはただの観光スポットと化してます。テージョ川と、リスボンの街並みが一望できて、だいたい入るの20ユーロぐらいでした。こんな感じで、進んでいくと、もっとリスボンを一望できて、草木も全くないところもあるので、もう絶対行くべきです。すごいな。広大な跡が。あれの外国。リスボンの街並み全部手に入れたみたいな格好もできるので、街っていいとこ。これ見たらわかるよね。ちなみにサンジョルジェ城、要塞の様子がそのままある史跡エリアっていうのもあって、そこも楽しかったんで見てください。城壁の上登っていきたいと思います。わお。
結構急な階段の上まで登れるのすごくないですか？すごいね。最高じゃね。すごい。男の子めっちゃ好きやろな。こんなんめっちゃ楽しいもん。怖いかも。すごいそう。城壁の上、何も囲いもほとんどなかったんですごい怖いけど楽しいです。高所恐怖症の方は注意かも。多分小学生で校外学習組に絡まれました。一緒に写真撮ったんですが、この子らに動画届けたい。最高だったね。三条筋城最高でした。そのまま下っていく最中もずーっとこんな道でリスボンの街並みってすごいんです。かわいいね。お昼ご飯は近くで評価の高かったルドスっていうところに来ました。何回も言うけど街並みと合ってて最高に綺麗。 Which did you eat? Eggs Benedict? 横のマダムが食ってたエッグベネディクトめちゃくちゃうまそうやったんでそれにしました。取れてなかったし、エッグベネディクト最高。めちゃくちゃうまい。いただきます。ポルトガル来てよかった。うめえ。わけわからんぐらいよかったね。ポルトガルどこもかしこも可愛い子多い。ポルトガルの感想を言うと、乳首が出てる人ばっかりや。そんな感想はさておき、街並みが綺麗なので、それも映えると。リスボンに来ての感想は、綺麗な街並み、大阪みたいな人たち、ノーブラの外国人、楽しい。一番楽しいかもしれない。一人旅でも結構おすすめの国かもしれません。物価も安いし、あとお酒もたくさんあって、あとワインも安いし、ワインの方が安いんちゃう水よりみたいな感じなので、しかも港近いし、住みやすいんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ綺麗やから、一回は来た方がいいかも。人生一人旅でも、ほんま男一人旅が一番おすすめかもしれん。いっぱい見れるし。ごめんなさい視聴者の皆さん、この日24時間の飛行機移動で多分すっごく頭が回ってないんでしょうね。寝ててもやっぱ飛行機って寝れないじゃないですか。そういう感じでもう頭がそれ一色でした。家の近くの公園がなんかすごく気候が良くて、みんなピクニックしてたのでちょっと来ちゃいました。こう公園で人がピクニックしてるのがなんかポルトガルのいいとこだなって思いました。この後ヨーロッパいろいろなとこ行くんですけど、結構気候が良かったらみんなピクニックして何もしないを過ごしてるなーっていう印象でしたね。あとヨーロッパ観光地ってお金使わなくてもすっごく楽しい、街並み見てるだけでも楽しい国なんだなっていうのがすごい思いました。今回泊まるホテルに到着しました。結構広いです。一応トリップドットコムから取って1泊1万5千円ぐらい。まあまあヨーロッパの物価にしては安いかなってお値段ですね。ちょっとだけジェットラグひどいんで、ちょっと休憩してから、スーパーとか行ったり買い物とか行ったりしようと思いますのでお楽しみに。ちょっと休憩したのでスーパーに向かうところです。ホテルの目の前のジャガランダが実は僕が行った日には満開の時だったんで最高の時に行ったらみたいです。今めっちゃ両替したんですけど、なんか40ユーロぐらい持っていかれました。結構うざい。7000円ぐらい持っていかれた。絶対ポルトガル来たら、ポルトガルとかヨーロッパ圏来たら ATM キャッシングの方が安いんで絶対 ATM キャッシングするようにしてください。だいたい2000円ぐらいなんで ATM キャッシングの手数料なんてたかが知れてるので、まあユーロとかやったらもう1ユーロめっちゃでかくなるんで、現金とかで買えたらマジで悔しい。で今からちょっと、ポルトガル現地の物価調査っていうことでちょっとスーパー行って、ポルトガルの現地の物価を調査していきたいなと思いますので、ぜひ見ていてください。ひちゃー、こっちから入れるのかな。シュリンプ確定5ユーロぐらい、 1.5 ユーロやから300円もしないな。ヨーグルトでっかくて 2.2 ユーロ、お水は1.7 ユーロ。安っ、1ユーロとかで売ってる。このワインは1ユーロでした。豚激安やん。乳製品がとにかく安い。ビールが6本で5ユーロぐらい。スーパー購入品紹介します。エッグタルトみたいな、なんか
揚げ物みたいなやつとサラミとチーズ、ワイン、こんだけで7ユーロぐらい。7ユーロやから1300円ぐらい。安っ。日本じゃ考えれんぐらい安いかもしらん。これはワインが革命起きてます。エッグタルトいただいてみます。なんやろ、スーパーのようにめちゃくちゃうまい。これ1個 0.3 ユーロなんで50円ぐらい。やばいな。うまっ。揚げ物も食べてみましょう。電子レンジでチンするの忘れてたわ。まずもう1個の揚げ物がまあまあ美味しかったんでちょっと取らせてほしい。ミートソースツナみたいな感じのやつが入ってます。冷たいけどうまい。これあったかかったら最高なんやろな。なんやねんなこの気候の良さは。最高やん。ジェットラグで寝てたらただいま深夜になってしまいました。深夜なんですけど、ポルトガル歌舞伎町みたいなとこがあるみたいなんで、ちゃん調査とか兼ねて張って行ってみたいなと思います。ただいまポルトガル夜1時ぐらい、タイムっていう自転車に乗ってみます。やべえ、もう3分経っちゃったよ。結構自転車速度出るしおもろいっすね。リスボンの深夜です。めちゃくちゃ人おる。ガンジャの匂いがすごいしますね。携帯いじって歩いてる人も結構おるんで、スリとか少ないかなって思います。日本と一緒ですね。タッチション太郎。リスボン可愛い子多いわ。草独特の匂いがすごいしますね、この辺りの地域。この日お祭りもやったみたいで、人多かったんやと思います。ただリスボン自転車禁止エリア多すぎて、中心部飲み屋に行くときにめっちゃ2キロ以上歩かないといけないから辛いです。すげえ、全員ナイトアウトしてあと帰ってるやつらですね。こっち側にもう歌舞伎町みたいな地域があるみたいなので、とりあえず人どうなんか見てみたいと思います。僕ヨーロッパの夜ってめっちゃ危ないんかなと思って警戒して歩いてたんですけど、めちゃくちゃポルトガル平和でした。女の子も結構出てるし、ちょっと危ないっちゃ危ないんやろうけど、結構陽気でしたね。最高でした。これがポルトガルのシンボルですね。とりあえずここはリスボンの中心のレスタウルダゾレス広場っていうところで、復活者の記念碑っていう塔みたいです。190ぐらいあるやつらがめちゃくちゃダンスにしましたね。かっけーってなった。この街でもメルトダウンは一緒っすね。修行家のように階段登らされるねんけど、多分500段ぐらい階段登ってる。いやー、too long, so hard。友達増えました。イエーイ。友達増えました。階段しんどい組3人増えました。最高やなこいつら。よくで歌舞伎町っぽいです。近づくにつれてどうめっちゃ多なってきて、南か歌舞伎町かどっちかみたいな。これが歌舞伎町とか大阪の南エリアっぽいです。うわ、すっげえクラブの量やべえ。ガンジャ州もやばい。めちゃくちゃ人おる。めちゃくちゃこの通り楽しそう。最高やん。とりあえず一回歩いてからお店入りたいと思います。ジャパニーズ。いや、ジャパニーズ。日本語ですか？そう、日本語です。本当ですか？本当ですよ。私の名前はフィリップです。フィリップ。はじめまして。ユースケ。はじめまして。Rockstar and Fabry。なんて言ってる？リサゴン大好きですか？大好き。大好き。でもリスボンのナイトアウトってちょっとちっちゃい店がいっぱいあるんで、南の路面じゃない店が路面に出てきたよみたいな感じですね。めっちゃ人おる。水曜の夜なのに結構な人が楽しんでますね。Hello, YouTuber, yes. Hello, YouTuber. Hello. ここがラストのお店っぽいです。リスボンの人たちちょっと友達になりました。ブリズンバー、リスボンメルトダウンがあります。とりあえず飲むためにこのピンクの可愛い店に入ることにしました。生ビール寝起きで生ビール最高や。これ後ろから声かけられてるんですけど、粉の方の売人でした。大
だいたいビールとか1杯6ユーロぐらいなんで1000円ぐらいかな。日本と同じ感じのバーの価格、しかもキャッシュオンやし、なんかすごい海外は安心なところがあります。俺人多いの好きやねんな。マッチですね、ポルトガルという感じで戻っていこうか。最後にとりあえずお腹空いたんでマクドがあったんでマクド行きます。 Let's go to somewhere. テイクアウェイ。フォーマックめっちゃ人多いし、セキュリティも立ってるっていう驚き仕様。帰ってきました。とりあえずマクドを食べていきたいと思います。ちょっと冷めちゃった。20分ぐらいこいだんでめっちゃ冷めちゃった。もう冷たすぎる。こんな感じ。うまそう。いただきます。うまい。サラダとお水で大体1000円ぐらいでした。サラダにエガーソースみたいなのが売ってたので、ちょっと振ってかけてみたいと思います。これちょっとテンション上がるな。うまそう。普通にオリーブオイルのソースや。いただいてみます。うまっ。めちゃくちゃうまい。これうまいわ。おはようございます。ホテルの朝ごはん食べて、今からポルトに行きたいと思います。ポルトはワインがすごくて、絶景がいっぱいある。リスボンよりも物価が安い。英語が結構通じるって感じなんで、ポルトはポルトワイン発祥の地なんで、僕ワイン大好きなんで、ちょっと行ってみたいなと思います。ポルトにはバスと電車2種類の方法があるんですけど、まあ、とりあえず行きましょうか。リスボアオリエンテにやってきました。バスで今から向かいたいと思います。バスのチケット売り場に来ました。なんか窓口行っても全然買えなかったんで、オミオのアプリから予約しました。何やったんこの1時間っていうぐらいのすぐ取れましたね。バス乗ってます。とりあえず向かってきます。着きました。バスに揺られ3時間半ぐらいポルト着きました。世界一並ぶ書店レロイルワンに来ました。してなかったんで予約します。ちょっと予約でこずって一旦カフェに来ました。エッグタルト屋さんにやってきました。エッグタルト美味しそう。これ1個2ユーロぐらい。まあまあちょっと高めですね。美味しいって噂なんで食べてます。でもレストランで食ったやつはうまいか。リロ図書館。リロ図書館じゃなくてレロ書店ですね。図書館やしレロです。ここはハリーポッターの聖地みたいな感じで言われてて、まあハリーポッター見た人ならわかると思うんですけど、まあ教科書とか買うとこの本屋さんにめっちゃ似てるって感じのとこっすね。綺麗です。ポッターの世界をもうここでポルトの基礎情報について言わせてください。街自体が世界遺産に登録されているポルトガルの第2都市です。景色めっちゃ綺麗で、主成教区ワインって言われるポートワインの発祥の地になります。まあ大阪みたいな感じやね。なんか良さげな店でエッグベネディクトと赤ワインを頼みました。18ユーロぐらいか。ちょっとそれなりにしますね。目の前でワイン注いでくれました。でエッグベネディクト、サーモンエッグベネディクトを頼みました。なんか見た目もおしゃれです。最高ちゃう？いただきます。たっぷり入ってて5ユーロ800円ぐらい。まあまあそんな安くはないけど最高。激変な色のサーモンやな。Hello. Good. おー、すごい。うまい。うまいね。ということで、ちょっとゆっくり食べて、次の観光地も調べたいと思います。レロ書店から始まり、ポルトってなんやねん、何があんねんって思ってる方も多いと思うんですけど、この後から出てくる景色見てください。もう絶景ばっかりなんです。この時計塔が一番ポルトの街のシンボルで、一番いいところって書いてます。一番わかりやすいスポットって書いてます。クレリゴス教会の灯籠。これ上まで登ったらポルトの街360度見渡せるので、すごくいいみたい。ポルトって川を挟んで北と南かな2つ分かれているので、片っぽが歴史的建造物が多いところと、もう片っぽがワインが多いところ、ワイナリーが
が多いところの地域になるみたいです。ポルトは道路川を挟んで2つに分かれていて、でドン・ルイス一世橋っていうので渡れるみたいなので、それで今回は渡っていきたいなと思います。で設計はエッフェル塔を手掛けた人が設計してるみたいで、上からの夕焼けがすごい絶景みたいなので、もうすぐ夕方なのでドン・ルイス一世橋ガイア地区って言われてるとこですね。そこに今から行きます。でワインいっぱい飲むぞ。ドン・ルイス一世橋を渡る前にポルト大聖堂という有名な大聖堂があるので、そこにちょっと来ました。見てください、すごい超綺麗じゃないですか。大航海時代最強だったポルトガルの王族の儀式とかも行われてたみたいで、何百年って歴史を誇る建物なので価値のある建物だと思います。ポルトの一面の景色がここから見れます。来たかった街です。行ってみたいと思います。天気。ポルト大聖堂にやってきました。すごい綺麗よ、タイルが。ポルト大聖堂、僕一番感動した大聖堂です。めちゃくちゃ広いです。だいたい建設開始は1100年で、だいたい1000年ぐらいある大聖堂になります。このタイル張りがアズレージョって言って有名なところです。見てください、このアズレージョ。すごい綺麗で、スペインやポルトガルで発展した装飾タイルみたいです。こんな感じ。すごい綺麗よ。これを人々がタイルに描いていったっていうのがすごいよね。ここちょっとずれてたりするところも多分修復の後かな。愛おしいですね。装飾タイルすごいです。そしてポルトの街並みがここの窓から一望できちゃいます。素晴らしい街並みですね。貴重ですね、こんなんが残ってるの。何百年も前というとすごいなと思います。何百年も前にこうやって書いてたって思うと壮大なものですよね、これって。でこの周りが多分これが王族の礼拝空間みたいで、聖母マリアとかが飾られてて、礼拝の空間にこれがなってるみたいです。初めて来たらすごい驚くよ、こんな。これを何百年も、ルネサンス時代というといろいろ飾られてます。こう貴族が絶対着てたであろう同じ姿で残されてるっぽいですね。宝石もいっぱいついてて伺えますね。こういう豪華な装飾がすごい残ってる一方、農民の暮らしとかは厳しかったんでしょうね。庶民の暮らしは絶対厳しかったんでしょうね。こうやっていつも貴族階級はこう歴史にも残るし、すごいから絶対貴族階級のふりしてを生きるのが絶対いいと思います。すごいですね、これ。入ってよかった。3ユーロ。すごいよ、このアズレージョも。こんだけでっけえの絵を暇やったやろうな。教会の方に着きました。ちょっと静かにしなあかんところですね。リニューちょっとでっかポルトの大聖堂。すごっ。これ直接見ないとサイズ感わからないんですけど、一番感動を覚えた大聖堂になります。すごいわ、めちゃくちゃ綺麗。これは世界に広がるね。ですが、この壮大な絶景にも負けるね。なんかこの前で1時間ぐらいずーっとぼーっとしてしまいましたね。それぐらいなんか歴史も詰まってて広くて、人間ってすげーなってなった場所です。ポルトキャットやドン・ルイス一世橋やってきました。すごい人。ちょうど夕方やからめっちゃ綺麗やと思います。カモメもすごい飛んでていい場所ですね。すごい、夕日もバッチリ綺麗です。すげえ綺麗。最高の川やわ。向こう岸まで渡っていきたいと思います。うわー、すごい。
絶景にふさわしい名前でしょう、これは。橋を渡るとガイア地区というたくさんのワイナリーがある場所に来ました。ちなみにこっちから見るポルトの景色が一番綺麗でした。絶対来たら渡るべきです。ちょっと遠いけど。ここでカメラの電池が切れてしまって、写真で行きます。あとは携帯の動画です。とりあえず適当にテラスに人がいっぱいいたワイナリーに入ってみました。3種類のポルトワインの飲み比べが多分15ユーロでできたと思います。美味しかった。めちゃくちゃ甘い。さすが酒精強化ワインなんで、やっぱアルコール度数 20% ぐらいある。酒精強化ワインって発酵の過程でアルコールを足す製法なんですけど、酒精強化ワインなんですごいアルコール度数が高いような味がします。甘くて酔えて美味しいチューハイみたいな感じですね。美味しいわ。ここおしゃれやし全部コルトやしめっちゃいいな。ねえな。次行きます。赤の濃いやつ。飲んだらやっぱ酒精強化ワインわかるね。ぶどうの香りがする。酒精強化されすぎて何の味か分からへん。全然もうチューハイ、ワインチューハイクソ美味しいけど甘くてうまくて、ワインの発酵の段階で甘さがアルコールに変わる前にアルコールを足してアルコールを強化するのが酒精強化ワインなんで、だから甘くてアルコールが強いワインができるみたいな。なんかワインカクテルっていう言い方が正しいのかもしれませんね。すっげえ酔っ払いそう。でもめちゃくちゃうまい。ちょっと試してみてほしいなと思います。あと10分ぐらいで出ないといけないのでちょっと急いで飲んで、今からリスボンに帰っていきます。帰りは電車で帰ります。おはようございます。今日はポルトガル滞在3日目です。今日はスペインに移動するんですが、スペイン7時に移動するので結構時間があるので今日も観光していきたいと思います。今日はポルトガルのループみたいなのに乗ってベレンの塔っていうのと発見のモニュメントっていうところに行きたいと思います。スライム乗ります。これいいですね。見てください。いい感じに日本じゃ嫌なループ乗ってます。多分こっちの人も嫌やろうなと思いますが、このままもう少しなんで進んでいきます。ライムでベレンの塔まで来たんですけど、よう来たなぐらいの距離でした。だいたい50分ぐらいかかりました。結構道に迷ったりしてね、正直リスボン初心者は絶対ライムなんか乗るのやめた方がいいです。あれはちょっと近距離移動用ぐらいかなってなりました。リスボンの街並みとか堪能できたんで、個人的にはすごく良かったんですけど、5ユーロぐらいかかっちゃったんで、余裕で電車で来た方が安いし、絶対電車でとかバスで来た方がいいと思います。でもなんかどうしても街並み楽しみたいとかだったら来てもいいんちゃうかなと思いました。で、今ベレンの塔周辺に着いてます。行きたかった箇所が3カ所あって、ベレンの塔、発見のモニュメント、ジェロニモス修道院の3つですね。さっきちょっとジェロニモス修道院すっごい多分めちゃくちゃでかい修道院があるんで、そこから行ってみたいと思います。すごいいい天気です。めちゃくちゃいい。それでは行ってみましょう。駅広です。すごっ、クソ並んどる。クソ並んどるな。すごっ。改装中です。ただの激改装中ではあります。うわ、奥行きてえな。すごっ、この奥も。こいつテンドグラスだよ。ジェロニモス修道院、ちょっと中はチャーチしか入られないんですけど、チャーチは工事中やったっすけど結構綺麗やったっすね。で、今ジェロニモス修道院のとこに来てて、すごい壮大なスケールじゃないですか。こんなん何百年も前に作ってたヨーロッパやべえってなりません？大航海時代、もう1200年とかからこんな石の建築ドーンしてたんすごいですよね。
ということで、ジェロニモ修道院だったんですが、教会には入ったんですが、ちょっと僕時間がなくて、今14時でちょっと16時には出ないといけないのと、この列ちょっと無理やな、30分ぐらい待つみたいなので、ちょっと厳しいかなと思って、15時半がちょっとタイムリミットなんで、結構厳しいので、もうさっきベレンの塔の前に行こうと思います。ちょっと悔しいな、また来たいな、リスボン。発見の塔にやってきました。これはちょっと最近作られたみたいなんですけど、ポルトガルの大航海時代をモニュメントにしたやつらしいです。なんか有名なエンリケ航海王子の500年の記念に建てられたみたいなので、記念碑として有名って感じですね。すごいですよね。でも石の掘り方とかやっぱりヨーロッパならではの上手なところ、この辺、こんな石の掘り方上手なのはすごいな。このでかさでね。とりあえずでかさがすごいね。こんなんよう作ったわ。で、目の前にはテージョ川ですね。テージョ川が広がってます。これは川なのか海なのか。果たして。海岸にもびっしりとなっててすごいよね、これは。次は僕ちょっと大本命ベレンの塔に行きたいと思います。ベレンの塔の近くにやってきました。一番行きたかった施設が、見てください。工事中です。工事中です。厳しいって。一番行きたかったのに、鬼の工事してるやん。一番工事してるやん。一旦近くまで行きますか。はい、ベレンの塔の前までやってきました。入れもしませんし、工事してます。これはこれで綺麗な気がしてきました。このベレンの塔はテージョ川を守る、要塞みたいな役割をしてたみたいで、このポルトガルの大航海時代をすごく象徴するような場所なんですけど、綺麗に工事してますね。めっちゃ行きたかったのに。リスボンのこの辺りは世界遺産に登録されているものばかりなので、すごい観光客が多い地区ですね。リスボン市街の方よりもこっちの方が人多い気がします。ということで、時間が余りました。ベレンの塔登るつもりでちょっと時間組んでたのに、時間が余りました。また14時半です。こんなんなら、ジェロニモス修道院に並んどきゃよかったなってすごい思いますが、もう一個あるんです。ここにはすごいおすすめな場所がエッグタルト屋さん。ちょっとそこにベレン地区ならではの場所に行ってみたいと思います。一番有名なエッグタルト屋さん、評価10万ぐらいついてるエッグタルト屋さんに行きたいなと思うんですが、大行列すぎて買えるかはちょっと危ういです。案外すぐ行けそうな感じです。1.5ユーロ、1個1.5ユーロ。激アツ炊きたてエッグタルトを受け取りました。すげえ嬉しい。ちょっと食べていきたいと思います。とりあえずスタバちょっとコーヒー買おうかな。適当な椅子にやってきました。ポルトガル椅子いっぱいあるの最高やわ。ということでスタバのとりあえずゴールドブリューと4ユーロ。これが4ユーロでしたね。これがエッグタルト。パスティッシュ・デ・ベレンのエッグタルトですね。めっちゃ有名なエッグタルト。6個入りで9ユーロでした。炊きたてでめっちゃ美味しそうです。うまそう。こんな感じ。激うまやろ、こんなん。1個食べてみます。いただきます。これはもう優勝やわ。世界一うまいかも。このエッグタルトやばいうまい。シナモンとシュガーも入ってるんですけど、ここまで十分です。これほんまに取りたい。これやばいわ。このエッグタルトやばい。ほんまにうますぎる。これほんまに一回食べてみてほしい。こいつらもこんだけうまそうに食うな、お前らも。最高のエッグタルト見つけました。これ多分一回食ってみ、飛ぶぞ。これはえぐいわ。うますぎる。これいただきます。3日間エッグタルト食べ歩いた僕が教えるもう最強のエッグタルトになります。ポルトで食ったやつよりもどこのやつよりもマジでうまい。これやばいっす。ほんまに美味しい。これもう感動っすね。ほんまびっくりするぐらい感動しますんで絶対食ってください。みんな食レポしてないんで食レポしていきます。外ザックザク、中ドゥルンドゥルン。なんかもうカスタードみたいな感じやねんけど甘くなくて、なんかバニラもあんま効いてない。もううますぎるわ。これちょっとびっくりするぐらいうまいんで。以上ベレン編でした。ということで空港まで帰っていきたいと思います。ここからスペイン編が始まるので皆さんご期待ください。じゃあ行ってきます。
いかがだったでしょうか、ポルトガル編。僕はヨーロッパ、この時、ちょっと西から東までちょっと行ったんですけど、ポルトガル、実は今んとこ一択にランキングナンバーワンぐらい楽しいです。エンタメとかではないねんけど、街も綺麗で、人もあったかいっていうところにちょっと惹かれたかなって感じです。あと、エッグタンクがうますぎる。あと、歴史的建造物も多くて、大航海時代ならでは、現代とはかけ離れた感じというか、が残ってるのがすごい良かったですね。という感じで、この動画でちょっとでもポルトガルの魅力が伝わればいいなと思います。それでは、そんな感じで、今回の動画が良かったと思ったら、高評価とかチャンネル登録お願いします。今、ベトナムから撮ってるんで、ベトナム編までいっぱい海外編を上げていきたいと思うんで、皆さんぜひ次回の動画をお楽しみください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。